こんにちは、ことりです。ご視聴ありがとうございます。今日は京都の桜の名所の一つ、南禅寺界隈から琵琶湖疏水をテーマに散歩する動画となっております。あまりアクセクしないのが特徴の当チャンネルなので、青空と桜、そして水辺という取り合わせで、のんびりのほほんとした画面をお楽しみください。私的にはこの辺りを散策するなら、どこかのタイミングで琵琶湖疏水記念館に立ち寄られることをお勧めします。なんといっても入場無料ですし、とってもいい施設なんですよ。この記念館で疏水の知識をちょこっとかじっておくと、散歩がさらに楽しくなったりします。ということで、やってきました地下鉄蹴上駅。ここからお散歩スタートです。いいお天気でしょう。実は撮影したのは2022年の4月です。毎年春までには編集しなきゃと思ってるんですが、結局できずにお蔵入れしてしまってました。こちらは目尻万歩っていうトンネルです。三条通りから南禅寺方面に向かうための歩行者用トンネルなんですけど、明治21年の完成。昔はトンネルのことを万歩って呼んでいたそうです。で、中の壁を見ればわかるんですが、レンガが渦を巻くような形で螺旋状に積まれていることからねじり万歩って名前になっています。この上のインクラインを重い台車が何度も行き交うので、それに耐えられるようにこういう積み方をされているとのことです。確かにねじれてる感じですね。この万歩を抜けてまっすぐ行けば南禅寺の山門へたどり着けますが、すぐに右に曲がると疏水公園や今や映えスポットとして有名な蹴上インクラインにつながるので、こっち行ってみましょう。こちらが蹴上インクラインです。インクラインとはもともと斜面とか勾配の意味だそうですが、琵琶湖までつながる蹴上の船だまりと鴨川までつながる南禅寺の船だまりとの高低差を埋めるため、この区間だけ船では水路を渡らず、船ごと台車に乗せて線路の上をケーブルカーみたいに行き来させていたんですね。そのインクラインの動力となる電気は、ここの高低差を利用した水力発電で作っていたのですから、今でいう循環型のよくできたシステムですね。再生可能エネルギー SDGs みたいな感じかな、知らんけど。蹴上と南禅寺の高低差がかなりあるのは、インクライン横の水の流れを見ればよくわかります。疏水工事の主任技師、田辺作郎博士は当時若干21歳だったそうです。越流石は水位や水の流れを整える場所だそうです。こちらから見下ろせるのは、琵琶湖疏水の水を蹴上発電所に引き込むために設けられた巨大な日本の送水鉄管です。この高低差はたくさん電気作れそうですね。お花見散歩という意味では、インクラインのレールの上を歩くのが断然いいんでしょうが、ちょっと人が多そうなんで、今日はこっちを通って南禅寺方面に向かいたいと思います。人が少ないし、水の音とか自然の音がよく聞こえるんで好きな道なんですよね。また激しい水の音がしてきました。
こちらは疎水分線です。南禅寺船溜から岡崎や発電所を通って鴨川に注ぐ幹線とは別の線になります。疎水分線。蹴上船溜に運ばれた琵琶湖の水はここで大きく2つに分かれ、それぞれ疎水分線につながっています。京都は地形的に大体が北に行くほど土地が高くて南の方が低いので、ほとんどの川は北から南に流れているのですが、それに逆らって北に向かって水を流しているのが疎水分線になります。ぐるっと回って北の方で鴨川や堀川につながっていて、そこからまた南に向かって流れていくことで京都全体を潤している感じです。このずっと先にある有名な哲学の道もこの疎水分線の側道なんですよ。琵琶湖には大小合わせて450本の川から水が流れ込んでいるそうですが、なんとそこから水が出ていくのは瀬田川1本だけ。これが京都の宇治を通り大阪の淀川へとつながり、大阪湾に注いでいます。そんな琵琶湖の水を明治時代に川ではなく人工的に京都市内に引き込んで利用しだしたのが琵琶湖疏水でした。幕末の戦災と明治維新後の東京遷都ですっかり衰退していた京都をなんとか近代化し活気づけようと計画されました。当時の日本としても前代未聞の大規模事業で、生活用水としての水の供給はもちろん、同時に荷物の輸送、さらに水力発電と様々なインフラに利用するというすごい計画でした。先ほど公園に像がありましたが、田辺作郎さんという若干21歳の技師が設計し推進したのもすごいですし、それは実際に京都の近代化に大きく貢献し、そして今も古くから水不足に悩んでいた京都を潤しています。当時の京都府知事であった北垣国道さんが計画した事業ですが、大河ドラマ好きの私としては2013年放送の八重の桜で西島秀俊さんが演じた主人公八重のお兄さん山本角馬が戊辰戦争以後京都に来てこの事業に尽力していたなという記憶があります。逆に普段目にしててもそれまであんまり疎水のことを知らなかったんですけどね。ここで一旦行き止まりになりますので下に降りてみましょう。ここからもうすでに南禅寺さんの広大な敷地内に入っておりまして、こちらが南禅院になります。南禅寺の発祥の地とされていて綺麗なお庭でも有名なところなんですが、その真ん前の巨大な近代建築が琵琶湖疏水の水路閣です。この上をさっきまで歩いていた疏水分線が通っているということですね。結構高かったんですね。お寺の境内をぶった切った感じでそびえる洋風建築の水路閣と南禅院の和のコントラストが独特な景色を生んでいて、ドラマなどロケ地としてもめっちゃ使われる場所です。特に京都なんたら殺人事件とかのサスペンスドラマの印象が強いです。京都迷宮案内とか橋爪功さんがいつもこの辺を走ってるイメージですね。まあ昭和世代なんで情報が古すぎたかもしれませんが、とにかく今も人気抜群のまさに映えスポットには間違いありません。ただこの周辺には桜の木はあまりないので、お花見がてらお寺の方に行ってみましょう。南禅寺はその名の通り禅宗の一つ臨済宗の寺院で、臨済宗南禅寺派の大本山です。私も京都の仏教系の学校を出てるんですけど、全然別の宗派でしたし、禅宗というと
やはり質実剛健なイメージがありまして、なんとなく憧れがあります。中でも南禅寺は京都五山および鎌倉五山の上に置かれる別格扱いの寺院で、日本のすべての禅寺の中で最も高い格式を持つということです。さっきの境内ぶった切って水路閣を作る疎水工事には、当時だいぶ行政とお寺とで揉めたんじゃないかと思ってたんですけど、意外にも協力的だったという話をどっかで聞きました。さすがは南禅寺です。こちらも映えスポットの一つ、南禅寺三門です。日本三大門の一つとされています。安土桃山時代の大泥棒石川五右衛門がこの門の上に登って、その眺めを絶景かな絶景かなと称えたとされる逸話でも有名な門なんですよ。では次は疎水を遡って山科界隈に行ってみましょう。こちらも桜の名所です。地下鉄で欅駅から山科駅まで移動します。今日は山科駅前でとてもお気に入りのお寿司屋さんでお昼をいただくことにします。こちらのランチの定食が1150円だったかな。京都にしてはとってもリーズナブルで良心的なお店で、地元の人に人気です。初見さんでした。ごちそうさまでした。では、JR 山科駅前から疎水に向かいます。スタバの横のこちらが駅の裏側に出る線路下の通路になります。行ってみましょう。安州橋に来ました。疎水開通以来存在する古い橋梁です。疎水の上流、東に向かって歩いてみましょう。桜のピンクと菜の花の黄色のコントラストが綺麗な場所ですね。しばらく行くと疎水のトンネルが見えてきます。諸刃トンネルです。これは疎水路のバイパス化のため昭和になって新たに作られたトンネルだそうです。この山が諸刃山ということで諸刃トンネルです。しばらく水路は見えなくなるんですけど、その間に目の前に開ける広場が山科区民の憩いの場、山科疎水公園です。ところで山科に来て疎水っていうと、やたら第一疎水第一疎水って言葉が身につくんですね。逆に第二疎水もあるの？それはどこって思ってたんですが、明治23年に完成した初代琵琶湖疎水が第一疎水で、その後約20年後の明治45年、明治の最後の年に第二疎水というのが完成してたのでした。第二疎水ができた理由は、明治30年代に入ると毎年増大する電力の需要が第一疎水では満たせなくなってきたこと、そして飲料水としての重要性もますます高まってきたからだそうです。そしてその第二疎水も蹴上げで第一疎水と合流しているので、蹴上げからは第一とか第二とか呼び方はないんです。再び水路が見えてきました。先ほどの諸刃トンネルの東側に出ました。篠宮船溜まりです。ただ第二疎水は
運河としての機能ではなく、主に水力発電と飲料水のための疎水ということで、全区間トンネルと地下を通すことで水質を確保したということです。なので第一疎水とほぼ平行に走っているのですが、船が通ることもないし、地上からは見えなかったんですね。ということで、第二疎水も京都にとってなくてはならない役割を担っているわけですが、水辺の風景を楽しめるのはこの第一疎水だけということで、貴重な存在なのでした。山科から東へ一駅目、京阪篠宮駅に来ました。昔この近所に住んでいましたので、とても懐かしい場所です。ここから電車に乗って疎水の出発点琵琶湖へ向かいます。Station number OT33. 琵琶湖浜大津で坂本線に乗り換えます。そして一駅目が三井寺です。近畿の水がめ琵琶湖にやってまいりました。こちらが大津黄門といいまして、琵琶湖の水位と疎水の水位を調整して船を行き来させるために必要なもんです。周囲はレンガと石垣で固められていて、歴史を感じさせます。ところで最近知ったのですが、京都市は毎年琵琶湖疎水の水に感謝を込めて滋賀県に感謝金を支払っているんです。なんと100年以上続く風習ですが、その金額もなかなかの額で驚きました。気になる方はぜひ調べてみてください。この金額をめぐり、滋賀県は琵琶湖の環境保全のための貴重な財源、京都市は水道料金の減収から負担を軽くしたいとの思惑があり、10年ごとに交渉と見直しが行われています。そしてなんと今年2025年がその見直しの年だそうです。交渉の構図がたった一つの市対県というのもちょっと面白いですし、さらに交渉期間は半年以上、まるで国際問題みたいです。大阪や京都の人にいじられた際の滋賀県民の常套句、琵琶湖の水止めたろかはここに由来するのかもしれませんね。こちらが疎水の始まりですね。京都に向かって緩やかな流れになっています。運搬船を往復させる必要から緩やかに水を流すことが求められていたそうです。あちらに琵琶湖疎水の観光船が止まっています。春と秋だけに運航されているそうですが、大人気みたいですね。先ほどの大津黄門が最近改修され電動化されたことで、2024年の春からは疎水船のまま琵琶湖まで出ていくことが可能になりました。疎水は間もなくあちらの第一トンネルへ入っていき、先ほどの山科へとつながっています。第一トンネルは 2.4 キロあり、当時のトンネルの長さとしては日本一だったそうです。トンネルを掘られた山は長良山といいまして、この山腹にあるのが長良山恩成寺こと別名三井寺です。三井寺といえばやはり桜で有名ですので、こちらもちょっと訪れたいと思います。南禅寺の境内には水路閣を通し、三井寺の下にはトンネルを掘るという琵琶湖疎水はかなり大胆なプロジェクトでした。私的に三井寺といえばこの名物の和菓子ち
力餅につきます。プルプルで上品な甘さ、棒に刺さっていて食べやすいのもいいですね。そしてこの素朴なパッケージも豪華すぎないから食べ終わった後に気軽に捨てられます。実はミーデラの力餅にはもう一種類あるそうなんです。次の機会にはその違いを確かめてみたいと思っています。ミーデラは天台寺門宗の総本山、平安時代のお寺で、2024年の大河ドラマ「光る君へ」の主人公紫式部ともゆかりがあるそうです。高台まで上がってきますと、辺り一面桜の木ばかりという感じになります。そして眼下には琵琶湖が広がっています。元は最澄の天台宗から分かれていまして、平安時代の古典には一般的に山といえば延暦寺を指し、寺といえばミーデラのことを指すと言われるほど有名なお寺なのでした。国宝、重文など文化財の宝庫と言われるこのお寺ですが、この日は拝観時間が間もなく終わるということで、ほぼ建物の中は回れませんでしたが、今回はとにかく桜と水辺の動画ということで、こちらの桜越しに琵琶湖を眺めながら終わりたいと思います。さて、今回のこっとりチャンネルいかがだったでしょうか。このチャンネルはちょこっと懐かしいをテーマに、時代を感じさせる古いものやゆかりのある場所を紹介しています。よかったら高評価、チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ励みになります。では最後までご視聴ありがとうございました。